ゆうきとネキの好きにやる TV ハリーポッターを語ろう。どうされました？ちょっと今回テーマに入るのだいぶ急じゃないですか。ハリーポッターを語ろう。ハリーポッターを語ろう。怖い。ちょっとなんかずっと同じこと喋る村人みたいな。ハリーポッターを語ろう。ネキがハリーポッターについて聞きたいと聞いていたから、今日はハリーポッターをね推していきたいと思います。はい。まずハリーポッターについてなんですけど、はいはい、なんでこのゴリ押しかっていうのね、まず言ってく、特に関係ないからです。ただ好きだから、そう。ネキにハリーポッターを推したいだけ。マーベルに引き続き、そうハリーポッター会がやってまいりました。そうなんですよ。満を持して、ねみんなが楽しみにしてたハリーポッター会。はい。あ、そうだ、あと見てよ、この私たちローブ着ちゃって、これもうさ、キツネ面にセーラー服にローブっていうことでぐちゃぐちゃだよ。確かにちょっとひどいね。日本間違えてきた人が USJ 来た感じになってる。芸者藤山侍みたいなことそうみたいにもなってる。確かに、しかも後ろ宇宙。そう宇宙で。ひどいね。あ、そうちゃんとね、私私物の杖も今日持ってきたよ。これ私物。私のこれは私物の杖です。じゃああおちゃんの杖。あ、かっこいい。はい。これ私の私物の杖になります。本物です。私物の杖って何？みんな持ってるものなの？そうですよ。やっぱね、ホグワーツに通ったら、とにかく入学の時にねお迎えするんですけど、なんか私も一応ね杖を用意してくださって、ネキの杖はハリーポッターの杖ですね。あ、ハリーポッターの杖。そう、ポッターくんが持ってる杖ですね。ポッター、主人公？そうですそうです。主人公のメガネの。そう、彼が持ってる杖ですね。こんな感じだったんだ。すごい。結構キャラクターごとの杖も出てますし、そうじゃない杖っていうのも売ってたりもして。これはどなたの杖なんですか？これは誰のでも私の杖です。私の杖。私の杖で、まあ詳しく説明すると、日本のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの限定の杖になってまして、結構ね日本のその漆塗りだったりとかガラスだったりが使われてるっていう。綺麗。これかなり特殊な杖になってます。これねめっちゃいい。とても普通に良いものだなっていうね。これホグワーツに戻ったら魔法を使えるんですけど、ここで使っちゃうと魔法省に怒られちゃうから、宇宙の法則が乱れるから。そうなんですよ。やっぱね魔法使っていい場所って決まってるんで、ここはダメね。私ハリーポッター大好きでして。はい、マーベルほど詳しくはないって言っとくね、先に。マーベルはちょっとすごすぎたよ。マーベルほど詳しくはないんだけど、でもハリーポッター大好きなので、ちょっと一回ねみんなにね説明しておこうと思います。1990年代のイギリスを舞台に、魔法使いの少年ハリー・ポッターのホグワーツ魔法魔術学校での生活や、闇の魔法使いとの因縁の戦いを描いた物語。85の言語に翻訳された本シリーズの全世界累計発行部数はなんと2024年の時点6億部。すごいですね。はい、8本のシリーズで公開された映画もシリーズ世界歴代3位の興行収入として大ヒットということで、もう本も映画もめちゃめちゃ盛り上がってますし、いろんな国でも舞台になっていますし、あとねテーマパークになってたりとか、グッズ展開もされてたりとか、とにかくもう強強 IP でございます。私見たことない、読んだことなくてもハリー・ポッターの存在を知らない人はもういないと思うんですよね。いないと思う。なんなら魔法使いの形を固めたよね、世界中での。なんかそれまでの魔法使いって、私ハリー・ポッターを読むまでの魔法使いって、どっちかというとこう長くてでっかい杖を持ってて、フリーレンみたいなイメージのが魔法使いだった。窓っぽい感じですよね。そうだったんですけど、だから小説初めて読んだ時に短い杖、そのワンドですね、いわゆるの想像がつかなくて、短い杖なんだって思ったんですよ。だけどそれがもうなんか映画を見ちゃったら、あれが当たり前になったというか。そうね、もうこっちのイメージの方が強いね。強いですよね。逆にその大きい杖を持ってると賢者みたいなイメージになっちゃうというか、そうっていう感じだったりとかして、も世界中の魔法使いのイメージを定めたのはハリー・ポッターじゃないかなと思うんですけど、あとなんでしょうね、そのいわゆるオタク的でなくても、なんかそういう間口広げたというか。そうですね、そうですね。やっぱなんだろうな、誰が読んでも絶対ファンタジーにワクワクするっていうのが詰まっているので、今回はネキにもハリー・ポッターの魅力をもっともっと知ってもらおうということで、もうね、ハリー・ポッターの一番いいところといえば、もうねやっぱね、自分がホグワーツに行ったらどんな生活するのかしらって想像するところだと思うの。そうなんだ。そうなのそうなの。まずはちょっと量を決めていきたいと思います。
そうホグワーツにはね4つ寮がございまして、組み分け帽子によって入る寮が決まるんですけれども、組み分け帽子はその人の性質を読み取ってくれるおしゃべりする帽子みたいなのがいるんですけど、確かネキも賢者の石が見てると、そう高校生の時にそれこそ映画公開されて、すごい流行って、それで見て、やっぱクラスで盛り上がってましたね。そうですよね、そうなんですよ。なのでその組み分け帽子はきっと見たことがあると思うんですが、あれをかぶったということで、ちょっとね、そうそれぞれの寮がですね、グリフィンドール、これはハリーポッター入ってるやつですね、ライオンがイメージでございまして、シンクと金が、特徴的な、赤い寮だと思ってください。勇気、大胆さ、気力、騎士道的精神。主人公ですね。陽キャが集まるというイメージでございます。陽キャさんなんだ。じゃあハリーさん、ポッターさんもそこだったのか。言うてやっぱりなんですね、クイディッチって言うんですけど、こうなんですか、スポーツ、魔法界で有名なスポーツみたいなのがありました。サッカーみたいな。やってるでしょ。ほうきに乗ってボール持って、あれがあるんですけど、あれの選手だったりとかもするので、イメージとしてはここだ。そうグリフィンドールだよねっていう。そうね。でハッフルパフ、私がね今日着てるのがハッフルパフのローブなんですけど、ハッフルパフはねアナグマがテーマなんですけれども、黄色と黒で、特徴が勤勉忍耐、忠誠献身、公平性ということで。私の推しの、セドリック・ディノリーっていうキャラがいて、その子がハッフルパフなのと、最近だとニュート・スキャマンダーが結構ハッフルパフ星として有名かなと思います。魔法動物を扱ったファンタスティック・ビーストという外伝があって、わかります。そっちの主役がもともとハッフルパフ星でしたよっていうのがありまして、宮野さんのやつ。そうです。これは知ってます。めっちゃいいですよね。宮野さんの吹き替え。ぴったり。いや上からになっちゃった。すごい。わかりますわかります。なんだろう、多分骨格が似てるの。単純に骨組みが似てるというか。でやっぱ吹き替えって骨組み似てるか超大事だから。すごいやっぱそこ結構近いですよね。そうセドリックも好きだし、ニュートもすごい好きなので、私は結構ハッフルパフ推しなんですけど、そしてレイブンクロー。レイブンクローがね、ワシがテーマになってて。知性のところでして、ブルーなんですよね。青と青銅なんですけども、知性、知識、知恵、基地、独創性ということで、レイブンクローは割となんですかね、勉強得意な子が入るみたいな感じのイメージがありますね。すごいわかります。クレバーなイメージが。そう、私ちなみにすでに組み分け帽子に組み分けてもらってるんですけど、私はレイブンクロー生です。何回やってもレイブンクロー生。その知性に加えてでも独創性もあるから、本当単に賢いというよりも割とだからキャラクター的に言うとどなただろう、ここは。ルーナっていうキャラクターが後半になってくると出てくるんですが、そこが一番有名かなと思いますね。映画の中だと、ルーナちゃんはそのルーナちゃんにしか見えない魔法動物とかがいたりしてみたいな、特殊能力があって、でもそれがハリーにも見えるみたいなので、ちょっと仲良くなっていったりするんですが、心を通わせるんだ。そうなんです。でもそのルーナちゃんのそのなんていうんですかね、本当に浮世離れした立ち回りがすごく可愛くて、彼女にしかできないこともたくさんあるみたいなのがすごいね、可愛いいいキャラなんですけど、さらにスリザリン、スリザリンは出てきた。そうみんな大好き。スリザリンみんな大好きなんだ。大好きなんじゃないかな。言わずと知れたヘビがテーマの寮でありますけれども、エメラルドとグリーンと銀ということで、特徴が野心、狡猾さ、プライド、リーダー的で成果主義。ちょっとねこの言い方をするとちょっと響きが良くないですけれども、でもなんて言ったらいいんだろうな、その伝統を重んじるみたいなのも結構スリザリンにはあったりもして、要は非常に高貴で高潔な感覚を持ってるみたいな、純潔さを求めてしまう感じ。そうですね。なのかな。本当伝統を重んじるみたいなところが結構あったりするっていう風に言ってる人いたと思う、確か。ここがだからあれですよね。スネイプ先生。そうですね。スネイプ先生です。スネイプ先生とマルフォイとか。そうね、一見親って思いつつも、でも芯の通ってる人たちなのかなみたいな。なんでしょうね。ずっと純潔でその魔法使いの血を代々受け継いできてるっていう人たちが多い、貴族の入るところみたいなイメージもあるのかもですね。そうじゃない人もいるんですけど。思い出してきた。嬉しい。やったぜ。どうですかね。今回はね公式ホグワーツ組み分け防止診断というのがありますので、ちょっとこのサイトを使ってネキの量を決めていきたいと思うんですけれども、ネキどこ行きたいとかありますか？
私それこそスリザリンっぽいって言われはするんですけど、でもね、でもあおちゃんと同じとこ行きたいよ。一応ね、今日はちなみにこのローブとこのローブは私の私物です。これも私の私物。これ何、私物で2つ持ってるの？そうなんです。どういうこと？自分の量はレイブンクローなんですけど、推しの量はハーフルパフなんですよ。だからシャーなしで2個持ってる。確かにね。そういう場合どうするんでしょうね。自分のね、やっぱ向き不向きとね。そうなんですよね。でも私がハーフルパフってことはないじゃん。いや、頑張れば、頑張ればいけなくもないけど、ちょっと辛そうね。ハッフルパフが一番遠いと思う。ちょっと疲れちゃいそう。いや、なんだろうな、ハッフルパフの人たちのことを傷つけちゃいそうで怖い。そうね。多分ね、穏やかな農耕民族みたいな人たちだから、私みたいな忍耐弱いやつでは入れないんだと思うんですよね。あと公平性っていうのがね。そうですね。ここはね、なかなか難しいかなと思うんですけど、まあそんなね、だからちょっとね、ワンチャンネキはレイブンクローもあるなと思ったんでレイブンクロー来てもらいました。なんか抽象的なこと聞かれるんですよ。すごい。ちょっとやってみよう。それこそハリーはスリザリンの気質もあるし、グリフィンドールの気質もある。どっちの気質もあるけどどうしようかなって言ってスリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だっていう有名なシーンが。そう。なんかちょっと騒ぎになってましたよね。そうでグリフィンドールってなってイエーイみたいになる。それだ。思い出しました。ありますね。ネキの組み分けやっていきたいと思います。よし。組み分け帽子を今ネキは被っています。はい。じゃあ私組み分け帽子の役やりますね。好きなのは夜明けまた夕暮れ。選択してください。どっちもいいな。どっちが？夜明けかな。夜明け。どんな人になりたい？好かれる人または信頼される人、恐れられる人、羨ましがられる人、手本にされる人、称賛される人。どんな人になりたい？ちょっと何そのひたひたくる感じ。どんな人にどんな人？すごい普通に信頼される人だな。じゃあ信頼される人でいきましょう。選べるなら何が手に入る魔法薬を作る？名誉、愛、権力、知恵。これ難しいね。人知を超えたものが欲しいなって思っちゃうけどね。でも魔法薬で手に入れるから、人知を超えたそれなんじゃないですか。なるほど。これでも権力とかかなり嫌じゃない？これで手に入れようとしてるのは。確かに、確かに。でも考え方によっては権力を手に入れたら他のものも手に入れられるみたいなね、考え方もできるかもですよ。何を得るのが一番いいかだな。ちょっと知恵と悩むけど、知恵は自分でつけられるかなって思うところもあるから、どうしようかな。権力にしてみよう。権力。もしホグワーツに通うとしたらどのペットを連れていく？猫、ヒキガエル、フクロウ。さあ誰連れて行きますか？フクロウだな。いいですよね。可愛い。鳥好きですもんね。なんか今度フクロウの種類出てきた。もしかして。どのペットを連れて行く？メンフクロウ。ちょっと待って。モリフクロウ。白フクロウ。素敵。アメリカオオコノハズク。茶フクロウ。これもフクロウの好み聞かれてる。もちろん。でもどのフクロウを選ぶかで全然違いますよ。確かにな。誰をパートナーにするかですか？これは。これはもうね、単純に直感で白フクロウにしよう。かっこいいですよね、白フクロウ。どんな権力でも手に入るとしたらどれを選ぶ？面白い。権力の種類が来た。人の心を読む、過去を変える、透明人間になる、動物と話せる。これちょっと面白そうだな。超人的な力を発揮できる、自分の姿を自在に変える。いや、これはもうね、人の心を読む。読む。職業から読みたいんだ。確かに読めない方がいいのかもな。
魔法の庭に入ったあなた、うん興味を持って最初に調べるのはどれ？おー、仲間同士でおしゃべりしているように見える丸くて赤い毒キノコ、面白そ深いところで光り輝き何かが渦巻いている泡立つ池金色のリンゴがなる銀色の葉のう。い木、いな。妙に輝く目をした老婆魔法使いの像。あ、リンゴ行こリンゴなんだ、面う。白い、うんはい。どの道に一番惹かれる？落ち葉に覆われた森の中のぐねぐね道。いや違うな。おううん日当たりがよく芝の敷かれた広い道、うん。ランタンが灯された狭くて暗い道。あ、ここだな。へえ、でも一応もう一個見てみようか。古い建物が立ち並ぶ石畳の道。これもいいな。ランタンか石畳か。なんかどこに一番いいお店があるんだろまあランタンよりは石畳の方が確かに店は良さそうう。。確かに。ねでもランタンにしよほうほう。表または裏どっち？う。裏。へえ。来ました。組み分けますがあなたの量決定しました。決定しました。行きますじゃあ。大丈夫ですか？はい、来るんですね。どこは嫌？どこは嫌？スリザリン今やだ。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 結果を見る。スリザリン。いやだろうなとは思ったんですよ。めっちゃ面白い。でもね、権力を選んだ時点で確かに確かに。ただあれちょっとあの先を見てみたかったの。そう権力を選んだ先に何を聞かれるのかが知りたかっただけだから、あの場合は全部やっぱり悩ましかったね。そうですね。何がっていうのは意外と難しいかもしれない。その選択肢の先を見たくなっちゃった。めっちゃおもろいな。ちゃんとネキがスリザリンになってそうね。もうほっこりですよ。やっぱスリザリンは嫌だ。そっか。いやでもスリザリンな気してたっしょ。してた。よかった。多分ね、一番ここが馴染むよ。馴染む。だって生活しなきゃいけないからね。でもなんとなくそれこそね、ホグワーツレガシーっていうハリーポッターのゲームとかをやると、スリザリン生がみんな悪い人なわけじゃ断じてなくて、なんか作中だとどうしてもそのウォルデモートがいたのがそのスリザリンだったからっていう理由でなんとなく悪く見えちゃうけど、別に寮の人がみんな悪いわけじゃないから。あとこれ本当結局選んだ選択肢でどこが一番ね自分が居やすいかというかね。そうですね。あと印象としてはね、スリザリンが一番合理的な気がする、私は。そうね。そこは結構ネキと合いそうな部分かなと思いますね。でもやっぱりファッフルパフではないのかもな。確かに。周りにハッフルパフの人ほぼ小祝小鳥ちゃんぐらい。あと寿美奈子ちゃんとか違う。いや美奈子はグリフィンドールですよ。そっか。もう組み分け星乗せるまでもないから。確かに。早見ちゃんは？早見ちゃんさ、一歩間違ってスリザリン来ないかな。最高。いや、私早見ちゃんがスリザリンだったらより好きだけど、でもレイブンクローだと思う。そうね。それはそう。あれ確かレイブンクローじゃなかったっけ？そう、しかもね、早見ちゃんちなみにですけど、ハリーポッターめっちゃ好き。あ、そうなんだ。どうしよう、スリザリンだけど仲良くしてもらえるかな、今後も。逆にスリザリンの人周りにいないから。いないの？意外といないよ。この業界ってみんなスリザリンみたいな人なんじゃないの？意外といない。レイブンクローが一番多い。あ、そうなんだ。なんかこの仕事始めた頃から松田さんはヒールだもんねってずっと言われてたから、主人公になれないんだと思う。そうか。でもなんかあえて避けてませんね、ネキの場合。そうだと思う。なんか嫌なんだろうな、主人公って思って見てた。大変そうだしね。ハッフルパフの人探してみよう今度。ね、ハッフルパフっぽいなっていう人ね、探したいです。これね、ご覧の方、我こそはハッフルパフであるっていう方いたら、皆さんもぜひね、診断してみて、ぜひね、結果をコメント欄に残していただけたらと思います。ネキの量がね決まったということで、好きにやろうの皆さんのハリポタの推しキャラ見ていけたらと思います。ちなみにね、私は推しがね、セドリック・ディゴリー、ハッフルパフの人気のシーカーであり、三大魔法学校対抗試合の選手と。なんかヒーロー、スーパーヒーローですよ。英雄感がすごい。いやでも本当に変な話なんですけど、ハリー・ポッターがいなければホグワーツ一のヒーローなんですけど、でも彼のやっぱすごいところとして、ハリーが生きた方がいいんだっていうのを選べちゃうところが
そう優しすぎた、彼がハッフルパフであるゆえんが私ここにある。じゃあ惜しい人、マジで惜しい人をなくすんですよ。これ炎のゴブレットっていう回なんですけど、炎のゴブレットの時ってハリーって結構逆境に立たされていて、誰も味方がいないんですね。その中で最初はねセドリックもハリーのことをこうムッと思って見てたんですけど、でもハリーに助けられるところがあって、で助けてもらったことでそのセドリックが味方をしてくれるっていう風に流れが変わっていくんですよ。本当はその争っているそのライバルのはずなのに、セドリックはハリーの味方をしてくれるけど正々堂々戦ってもくれるっていう。なんかもうこの人すごいね。いやそうなんです。もうこの人を失ったとしたら人類の損失だなっていうくらい。そうでハリー自身も、とても素敵な人だったのが分かるから、彼にかばわれてしまったことをやっぱ自分が生き残るべきだったのかなが残るというか。そういうのあるよね。いやそうすごいでも素敵なキャラなんですよ。ちなみに映画だとなんでしょうね。嘆きのマートルっていうのがいて、知ってる。知ってますか？有名な人ですよ。そうです。金井美香さんの声で喋ってくれる。そうおトイレのお化けなんですけど、そうが水道の中をこう行き来できるので、それでお風呂の中に入んないといけないっていう時にですね、マートルに裸を見られるっていうかわいそうなシーンがあって、ちょっと可愛いっていう。嘆きのマートルね。もうねちょっと可愛いシーンもお茶目なシーンもあったりするし、なくなってしまうんですが、実はこれなんでしょう舞台の呪いの子、ハリーポッターと呪いの子ではですね、セドリックの死にまつわるお話っていうのが描かれていて、結構重要なキャラクターとして未だに描かれてたりもしてですね、非常に私の推しまくっているキャラ。ということでラレタンさんからいただきました。私のハリポタの推しはスネイプ先生、スリザリンですね。ここで回収できたね。そうですね。ラレタンはね、私のこと大好きだからよかったよ、スリザリンに入れて。確かにラレタンさんはどこなんだろう、ちなみにね。この方はグリフィンドールとかじゃないですか？いやごめん、レイブンクローだと思う。そうなんだ。もうみんなレイブンクローだ。いいな。オタク大好きレイブンクロー。そっか。彼の魅力を語りすぎるとネタバレにしかならないので、サクッとだけ。最初は嫌なやつにしか見えない方ですが、その背景を知れば知るほど胸が締め付けられる一途ないい男なんです。彼の学生時代を守りたく夢小説を読み漁ったくらいです。カエルが嫌いだとなかなか心臓に悪いですが、魔法生物もたくさん出てくるのでぜひ映画を見てほしいですということで、そうなんですよ。カエルとクモはね結構ね鬼門かも。ハリーポッター。そう、私多分ね一作目は見てるはずだから未だに怖い人のイメージのままです。まあでもね本当に最後の最後になってようやく、でもだからそれも良かったんですよね。こんなに隠してたんだっていうのも、ここまで忍耐してたっていうのを、ハリーと一緒に気づけるのが良かったというか、っていうのはあるかもしれない。ハリー目線でね。そう、ハリー目線でやっぱ彼を知るんだ。本もね映画も進んではいくので、この方は本当だって皆さんなんかこう思いを馳せてるイメージ。まあもう本当に悲劇のヒーローというか、っていうところはありますね。彼の学生時代を守りたく夢小説。そうなんですよ。もうすごく悲惨な学生時代を送っていて、めちゃくちゃ辛い思いをしてるんだけど、その中でもね愛を忘れずに生き続けている人でもあって、その一途さというか、そのまっすぐな志、そしてそのひたむきさ、本当にすごい覚悟で生きてるので、やっぱスネイプ先生のことはみんな大好きですね。よかった、寮の先生がいい方で。そうですよ、そうですよ。うちの先生なんで。そうですよね。なんか自分の量決まると、それこそなんか他の先生たちとかへのなんか思いも変わってきますよね。私もなんか勝手にルーナのこと友達だと思ってる。そうよね。もうだってね、すっかりその寮生として生きてるものね。そうなんですよ。なんか私多分ルーナとめっちゃ仲良くなれるし。絶対そうだと思う。絶対そうだと思う。そうなの。ルーナにいろんな動物の話聞きたい。あとすごい何も言わず出てきたこの方。そうか。なんか私すごい慣れちゃってたけど、そうなの。これねヘドウィグちゃんでございます。
じゃあ続いての方参りましょうか。はい。じゃあちくわはんぺんさん、36歳女性。同年代。ゆきさん、ねきさん、こんすきです。こんすきです。ハリーポッター推しキャラはハリーの父親の親友にしてハリーの名付け親かつ後継にシリウス・ブラック、グリフィンドールの方です。確かに。当時小学生だった私はハリーの目を通して物語を読んでいたので、ハリーに対する父のような兄のような愛情を持って陰ながら助け理解者であろうとする振る舞いは痛くかっこよく映ったものです。優秀だけどいたずら好きで幼い面も多々ある、完璧ではないそのギャップも魅力的でした。そうなんだよ。後々明かされていく彼の悲しい生涯や学生時代の行いを考えると複雑な気持ちになりますが、私が登場人物の詩的存在に心惹かれやすいのもこのおじさんの影響が大きいと思っています。確かに。いや、そうなんですよね。そのシリウスはかっこいい。学生時代何があったの？学生時代はね、もう結構凄惨ないじめっ子なんですよ。ダメじゃない。ダメよあなた。そうなの。結構笑えないクラスのいじめっ子ではあるんですよね。要はそのスネイプをちょっとスリザリンとしてそれはね。いやそうなんです。そうだからなんかなんでしょうね。ハリーがいじめられるゆえんっていうのもよくないんですけど、なんかそのスネイプから嫌な顔されるゆえんもなくはないじゃなくはないんだよね。でもハリーには関係ない話だよねっていうのもある。そうから何とも言えないというか、そこが結構その意外とその魔法の話をしながらファンタジーの話をしながらも、その結構泥臭い人間関係を描いてるっていうのもハリー・ポッターの魅力かなとは思うんですけど、そうなんですよね。でもハリー自身からするとそのシリウスって当時唯一頼れる大人というか、っていう感じがあったと思う。でも校長先生がシリウスかしか頼れないみたいになってくので。ところはあったし、あと結構映画見てると、シリウスの最後ってめっちゃあっけないんですよ。本当一瞬でスッて描かっちゃうから、それがね結構インパクト大なんですよね。そこまでは本当にシリウスがいれば大丈夫っていう感覚で見るんですよ、映画を。なんだけどシリウスが本当に一瞬でふわっていなくなっちゃって、今のって死んじゃったってことみたいになるの。そこもね、なんか描き方としてインパクト大なんですよね。一瞬だからこそなんかすごい切ないというか、みたいなのあってね。いやそうなんですよね。そうだから結構ね、やっぱハリーの目線から見てのインパクトが強いキャラにやっぱこう行きがちかも、なんだろう、好みに対してはっていうのはありますね。悲しい生涯ね。そうですね。脱獄された方なんですね。そうなんです。これね、アズカバンの囚人、アズカバンの囚人が彼なんですけど、要は。そっか。それは面白そうだ。そうなんです。でもその冤罪で捕まっててみたいなね、感じもあったりとかして、そのシリウスとのハリーのこう冒険談が読めるのがアズカバンの囚人シリーズなんですけど、めちゃくちゃ面白いし、すごいドラマがありそうですね。シリウスかっこいいから。ハリーの名付け親なんだ。そうなんですよね。そうなんかね、そのお父さんと仲が良かったりもするので、っていうのもあって、いやそこがねまたね良かったりもして、そういやでもあとなんだろうな、シンプルにこう出てき方もかっこよかったりとかで、そのいたずらも好きだったりするから、子供と同じノリでいてくれたりもするんですよ。じゃあちょっとスネイプ先生いじめちゃったのもそんな感じ？どうなんだろうな。なんかね、そこに関しては普通に私はもやっとしてるから、単純に仲悪いんだね。そういうレベルじゃない。そうなんだ。ちょっとそういうレベルじゃないいじめをやってるからやっぱ複雑な気持ちになりますがの一言に本当尽きるんですけど、それでも魅力的っていうことですよね。そうですね。人にはいろんな面があるんだと思うんだ。そうだからよそ者の私たちが何か言うでもないというか、そうなんですよ。すべてを見てないからね、どこで何があったかは。あとその中でそのスネイプが選んだものを尊重するのであれば、シリウスのこともまた受け入れるべきなのかなと私は思った。スネイプが強い人だったということだと思います。そうですね。そこに尽きるかなと思いますし、あとは最終的にシリウスがね行おうとしたことっていうのもやっぱりかっこいいことではあるというか、ハリーのために頑張ってくれてはいるのでっていう意味でやっぱりかっこいいキャラではあると思いますね。3作目ね。はい。続きまして、
アーサーさんからいただきました。ゆきさん、ねきさん、こんにちは。こんにちは。コミコンのサイン会にデスイーターのコスで、来てくださってましたね。私の推しはマクゴナガル先生、グリフィンドールですね。はい、ハリーは赤ん坊の頃から見てきた数少ない人物で、ハリーをずっと見守り続けてきた先生だと思います。規則を破ったり無茶をした時は厳しく叱ることもある先生ですが、ハリーを信じているからこそ、ずっと見てきたからこそ、厳しくても優しい先生だと思います。あとデスイーター好きですと。理由は単純、モブキャラだけどかっこいい、闇陣営だから顔隠れているのでコスしやすい。いいですね。すごいハリー・ポッターファン、コミコンにですね、そうこれ我々も撮りましたよね、お写真ね。ハリー・ポッターファンの写真をね、カードの中に入れるみたいなのがあったんですけれども、そこに入ってる。確かに。でスイータちなみに USJ で会いに行けたりもしますから。いらっしゃるんですね。そうなんです。決闘を挑むこともできて、ちゃんと魔法を唱えないと勝てないんですよ。ちゃんと魔法を唱えるって何？もちろんだって。すいません。魔法ありますから。ごめんなさい。そうそう。結構ちゃんとありますよ本当に。気になる。それこそ何ですかね、ちゃんとその魔法のその詠唱と、あとその杖の動かし方とかにもよってその魔法がちゃんと決まるかどうかが全然違ったりしますよ。そうなんだ。はい。ちょっと甘く見てたな。そうなんです。ぜひね、ホグワーツに一緒にいつか行きましょう。行った際には魔法のね使い方を一緒に勉強して使っていけたらと。寮入ったんで。そうですよ。あとは魔法。自分のローブ買わなきゃ。そうね。借り物のレイブンクロー着てますから。確かに。たまには仲間に入れてよレイブンクローの。別にいいですけど。私今ローブ2枚持ってるんで。ゆきさんも早見さんもいるんでしょ。多分ね。ほとんどみんないそうレイブンクロー。どうしようこれで早見ちゃんがスリザリンだったら。ワンチャンあるかもね。あるかも。なんか穏やかなふりして突然ド S だからな。実はみたいな。そうなんだ。それもだから寮が一概にこういう人って言えないですよね。もちろんそうですよね。そこも面白さなんでしょうね。ちなみにこのマクゴナガル先生すごい素敵な人で、この方は多分一作目出てますよね。出てます。すごく素敵な方。本当に寮を仕切ってる人というか、そのグリフィンドールに入ると、まずこの先生に面倒見てもらうんですけど、ダメなことはダメ、いいことはよく頑張ったねって褒めてくれる。本当にこういう人がいてよかったよね。いやそう本当にね、作中でも随一の良識人でして、非常にでも可愛らしい一面もあったりとかしてですね、やっぱグリフィンドール生なだけあってクイディッチ大好き、スポーツ大好きなんですね。なので自分の寮が頑張ってたりとか、そのスーパープレイを見たりとかするとなんかやったみたいにこうなってたりとか、あと結構後半の方になるんですけど、ホグワーツの門のところにこう石兵っていうんですか、石の像がこうやっているんですけど、それを動かす魔法っていうのがあって、それをその防衛するために使って、その後一回やってみたかったんですよねって可愛い。すごい可愛い。そこは一度やってみたかったのって。お茶目ですね。めちゃくちゃ可愛いところがねあって、私もすごいマクゴナガル先生大好きですね。いい先生。真面目にホグワーツで生活してたら一番頼れる先生だと思う。本当に絶対。大好きですね。続きまして。いざよい@ゆきんこさんからいただきました。ありがとうございます。私のハリポタシリーズにおける推しはネビル・ロングボトム、グリフィンドールの方になります。特に映画版でのお話になりますが、賢者の石時代には何とも頼りない雰囲気だった彼が、死の秘宝の頃には一人の男としてとても立派な成長を遂げている様には、なんだか胸が熱くなるものを感じてしまいます。わかる。そうなんですよ。この子左の子覚えてるかも私。そうです。もう本当になんだろうな、こう本当に子供時代の時にはどんくさいキャラクターとして描かれがちで、ちょっと不憫だったりして、なぜグリフィンドールに配属されてしまったんだと誰もが思うんですけど、でもその意味が進化が、なぜ彼が組分け帽子にグリフィンドールにされたのかが後半でめちゃくちゃ生きてくる。そう。なぜっていうのがね、ちゃんと理由があるのね。彼の中に静かに燃え続けていた勇敢さっていうものがね、後半めっちゃ生きるシーンがあって超かっこいい。かっこいいっていうか、なんだろう、泣けるんですよもはや。
公式サイトにもね画像がちゃんと2枚あるっていう。そう男としてこれは男だわ。なんかすごく私ネビルの描き方としていいなと思ったのが、読んでる自分に一番近いのはもしかしたらネビルなのかもと思ってて、なんか大きいその冒険とかに行って、どんどんねそのなんて言うんだろうな、その領の規則とかを犯して、でもその、正義のために頑張るハリーって確かにかっこいいけど、一般の人たちってそうはならないじゃん、普通。だからそれをね帰ってきたところをネビルは見てたりとかして、どこに行ってたのみたいになったりするわけですよ。そうだからネビルって彼らの冒険を一番近くで見てた普通の生徒なんですよ。とてもいい。そう、だからこそそんな彼が最終戦で見せる頑張りってやばくて。そうだって俺たちなんだもんネビルは。私この人好きかも。そうなの。だってみんながみんなハリーじゃないものね。そう本当はハリーになりたいけどなれないじゃん。そうだけどコツコツ自分の好きなことを勉強して一生懸命その中でもその自分のこう学生としての日々を積み重ねた先にちゃんと内なる勇猛さっていうのを最終戦で発揮してるっていうところが。これは彼の成長を見届けなきゃ。いやそうなんです、ネビルはねすごいやっぱりなんか泣ける。なんかちょっとこれまた感想大会やりましょうね。いいですね、嬉しい。ここから私スリザリン生としてハリーポッターを見ていくことにはなりますが、確かに確かにでもねスリザリン生として見るんだったら、絶対舞台の呪いの子見た方がいい。これがハリーが大人になって、でその息子がホグワーツに行った時の話なんです。誰の子？ハリーとですか？ハリーと。ハリーはロンの妹と結婚してます。あ、そうなんだ。そうなんです。まさかの。じゃあロンがお兄さんになっちゃうの？そうなんです。そうなんです。親戚に。これすごくて呪いの子。ここも超ネタバレなんですけど、毒親なんですよハリーポッターって。ハリーって親から愛する子供へのその扱いっていうのを受けたことがないから。自分の中で一生懸命頑張ってるけどどうするのが愛か分からなくて、親側として悩むんですよ。でそんなハリーと息子の軋轢を生んでしまう理由がですね、これ息子がスリザリンに入るんですよ。そううちの寮に。そうなんです、あんなにスリザリンは嫌だと言い続け、そしてね敵対し続けてきたはずのスリザリンに息子が入っちゃうんですよ。ついにスリザリンが主人公の時代が来ましたか。そうなんです。来ましたね。そうなんです。しかも、そんなハリーの息子はなんとマルフォイの息子と親友なんです。マルフォイってマルフォイ？そう。マルフォイの親同士はバカ仲悪いんですよね。ずっとそこ喧嘩してますよね。そうなんです。もう本当に生涯のライバルなんですけど、そうでもそこが仲良くなっちゃうんです。本当に仲良しなんだ。本当に仲良し。もうなんならなんですけど、ハリーの息子に関しては若干依存まである。マルフォイの息子にお坊ちゃんに。そうなんかすごい人間って面白いみたいな感じで今のリュークになってる。リュークになってんだ。人間って面白い。そうしかもその彼らが冒険する理由っていうのがセドリックの死にまつわることだったりとかっていうのでめちゃくちゃよくできててすげえ面白いんで、いやぜひ見てほしい。その毒親のハリーの毒親具合切ないんですよ。愛し方が多分だからわからないというか。っていうかね、彼は世の中に英雄として祭り上げられちゃったから普通の人の生活ができないんですよ。そこがきつくて、だからお父さんとして接してほしいんですよ息子は。なのに英雄として接されちゃうんですよ。でお前も英雄になるんだって来るから無理だよ僕普通の子だしってなるっていう。それはスリザリンにようこそ。めちゃくちゃきついんだけどでもめっちゃいいんで、ぜひね見てほしいなと思いますね。続きましてバンチャさんからいただきました。ありがとうございます。ロンの母親モリー・ウィズリーグリフィンドール、登場して戦闘シーンを見た時こんな強いんだって思ってとっても印象的でしたと。なんかかっこいいおかんみたいな。いやもうね基本的にはもういっぱい兄弟のいる家庭のそのカカというか母ちゃんなんですけど、そうだからいつもはあったかい家族の象徴を彼女がやってくれるんですよね。ハリーにあったかい素敵な家族っていうのを見せてくれて、全然血もつながってないけどうちの子よあなたはうちの息子よって言って迎え入れてくれる超あったかいお母さんなんですけど、ロンのその兄弟実は死んじゃうんですね。で、その復讐のためにお母さん戦うんですけど、かっこいい。戦ったら場が強いんですよ。それにびっくり。好きかも。あと何これハリーのことも我が子のように愛してくれてっていう。いやそうなんです。
本当に愛情深くてあったかくてすごい素敵な人なんですよね。でなんかそのなんだろうな、魔法のお家の素敵さをすごい体現してくれるというか、見せてくれる、めっちゃもう本当にロンの家めっちゃいいんですよ。ね、でロンの家をめっちゃよくしてるのが多分モリーさんなんですけど。ね、モリーさん、そんなモリーさんのあったかくてもう明るくて、っていうモリーさんの、バトルシーンめっちゃかっこいい。見なきゃ。これはどこで見られるの？これはもう本当最終戦ですね。本当にホグワーツの中で戦わなきゃいけなくなった時にその子供たちを守るために、早く帰ってみたい。そう不死鳥の騎士団として戦うんですけど、出た、めちゃくちゃかっこいいんで、だからハリーが僕もこのうちの子になりたいなってなったのね。そうなんです。でそれに対してもなんかもちろんよってなってくれるあったけえ母ちゃん。いいな、飛び込みたい。そうなんです。でも守る時はそうやっぱねお母さんは強いっていう、そうね、そう暴れる獅子として頑張ってくれる。そういう人たちも知ることができていいな。そうなんです。本当に魅力的なキャラクターいっぱいいますよね。はい、ということでまだまだ語りたいキャラクターいっぱいいたんですけど、今回はここまでです。さて今月の24日にリアルイベント有機とネキの百鬼夜行を実施します。イエーイ。まああえて配信なしで、もういつも以上に、そこでしかもう聞くことができないお話展開してまいります。はい、そうなんですよ。特典付きチケットには皆さんが着用できるお面と、私がデザインしたオリジナルシールが付きます。デコって参加してください。イベント限定グッズも展開予定でございます。詳しくは概要欄をチェック。この番組はまだ知らない好きとつながろうキノコップとあると人生変わるものをアビオットの提供でお届けしています。またメンバーシップご登録いただくとメンバー限定の動画ご視聴いただけます。イエイイエイ。チャンネル登録と高評価、番組 X のフォローもよろしくね。それではまた次回お会いいたしましょう。好きにね。突然ですがお知らせです。番組公式スタンプが発売します。イエイイエイイエイ。イラストレーターの夢の内さんによる完全新規書き下ろしです。全16種のスタンプで日常使いでもね使い勝手抜群となっております。はい、詳細は概要欄をご確認ください。ハリー・ポッターミリ集で自分に似ているってどうやって検索したんだろうと思うじゃないですか。そうだから自分に似てるキャラみたいなのでなんか診断とかがあるのかもですけど、有志で作った診断とかありそうですしね。ハリー・ポッター狼人間って検索してへーって思ったらあるからそこからそう